暑さ寒さも彼岸まで。今年もお彼岸を過ぎ、風が変わってまいりました。まだまだ昼間は暑い日もありますが、季節はとても静かに、けれど確実に秋へと移り変わっていることを、皆さんも日々の中で感じられているのではないでしょうか。今回は、そんな夏の終わり、秋の始まりにふさわしい伝統色、青口葉をご紹介いたします。緑系の色ということで、僕、ずんだもんがご案内します。ぜひ、最後までごゆっくりお楽しみください。皆様こんにちは、シェイズオブニッポンです。このチャンネルでは日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しています。今回ご紹介する伝統色は青口葉です。あまり耳にすることのないこの色名にはどのような歴史や文化的背景が秘められているのでしょうか。青口葉を通してきっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。秋の始まりのこの時期にこの色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。青口葉はJISの慣用式名には該当する式名がありません。しかし青口葉をはじめ伝統色のカラーコードは多くの書籍やウェブサイトで紹介されています。その中から今回は動画作成の際にいつも参考にさせていただいている DIC のウェブサイト和食大辞典に掲載されている数値を採用させていただきました。青口葉、茶みがかったくすんだ黄緑色、渋みがかった黄緑色、他に緑みの鈍い木、青みを帯びた口葉色といった表現も見受けられます。この色の名を理解する鍵は口葉色にあります。口葉色とは字のごとく朽ちた葉の色を指し、この式名は平安時代から用いられています。平安時代の人々は木々の葉が色づき、やがて朽ちていく様子を鋭い感性で見つめ、その繊細な色の違いを豊かに名付けました。そのバリエーションは口葉四十八色と呼ばれるほど多様でした。口葉色は主に3つの系統に分類されます。1つ目は赤口葉、赤く色づいた口葉色です。具体的には楓や漆の葉の色を指します。2つ目は黄口葉、黄色に色づいた口葉色です。具体的にはイチョウの葉の色などが挙げられます。3つ目は青口葉、青みを帯びた口葉色のことです。具体的には青葉のまま落葉するクスノキの葉の色を指します。秋の鮮やかな紅葉とは異なり、夏の気配が残る初秋に散る葉の色や生花の緑茂る中で落ちていく葉の色といった緑がかった色合いです。まだ夏の青さを残したまま生命の終わりを告げる葉の色、それが青口葉です。生命が輝く季節に訪れる静かな終わりの始まり、この名前にはそんな日本ならではの美意識が凝縮されているのです。他にもよく知られる口葉色系統の呼び名で薄口葉や濃い口葉、濃き口葉というものがありますが、薄口葉は色が薄く感じられる黄口葉のことを、濃い口葉は色が濃く感じられる赤口葉のことをそれぞれ指し示しているのではないかと考えられています。こうした呼び名からも当時の人々が木の葉の色合いをいかに細やかに観察していたかがうかがえます。さて、この奥深い色、青口葉はどのようにして表現されたのでしょうか。平安の人々は驚くほど多彩な技法でこの色を表現し楽しんでいました。染め、織り、重ねの色目、それぞれに青口葉があります。まず1つ目は布を染め上げる染め色としての青口葉です。これは青を作る藍と黄色を作る黄肌という2つの植物染料を掛け合わせることで絶妙な渋みを帯びた黄緑色が生まれます。2つ目は織り色という表現方法です。これは縦糸と横糸に
それぞれ異なる色を用いることで見る角度によって色合いが変わり、玉虫のような深みを表現する技法です。装束章には青口葉は縦糸に青、横糸に黄色を用いるとの記載があります。この時代の青は現代でいうところの緑色です。緑に黄色を足すことにより緑色の葉がわずかに色あせ、黄ばみが入り始めている状態を表現していると思われます。3つ目は重ねの色目の中での表現方法です。重ねの色目とは平安時代の貴族の衣装に見られる表地と裏地の色の組み合わせのことです。青口葉の重ねの色目は資料によって複数の説があり、様々な組み合わせが伝えられています。その中からいくつかの例を挙げご紹介します。表地が縦糸が青、横糸が木の織物で裏地が青という組み合わせです。これは古装章や装束章に記載があるとされています。これらは鎌倉・室町時代の仕様であり、平安時代の青口葉の重ねはこの組み合わせを指すと思われます。江戸時代に発刊された薄用色目をはじめとした複数の重ねの色目の使用集には前述したもの以外の組み合わせがいくつもあり、その中から少しご紹介します。表は薄萌木、裏は木という組み合わせです。他にも表は青、裏は木、表は青、裏は口葉、その逆で表は黄色、裏は青というものもあります。江戸時代の文政9年1826年に発行された重ねの色目を紹介する書籍薄用色目に掲載されている青口葉のページをご紹介します。この書籍だけで4種類もの青口葉の重ねが記載されており、中には現代の青の色がそのまま使われている例も見られ、少し意外に感じました。このように染め、重ね、織ることで豊かに表現された青口葉、その美しさは当時の文学作品にも生き生きと描かれています。その代表が清少納言の枕草子です。祭り近くなりて青口葉、二愛の者ども押し巻きて細びつの蓋に入れ、紙などに景色ばかりをしくるみて行き違い、もてありくこそおかしけれ。祭りとは旧暦4月の鳥の日、現在は5月15日に行われる京都の上賀茂神社、下賀茂神社の賀茂祭。江戸時代以降は通称で葵祭りとも呼ばれる6世紀より行われている日本最古の祭りです。この賀茂祭が近くなり、青口葉や二愛に染められた絹の反物を細びつの蓋に入れ、紙でほんの体裁だけ包んだものをお使いの人たちが持ってあちらへこちらへと行き来している様子は、この時期らしい風情があって心惹かれると清少納言は述べています。他にも源氏物語や鳥飼早物語をはじめ、様々な古典文学の中にも青口葉の色名が登場します。青口葉は宮中の華やかな衣装の色であり、人々の日常に溶け込んだ文化そのものだったと言えるでしょう。ちなみにこの口葉系統の色は江戸時代に入り、〇〇茶、バツバツ茶という表現にとって変わられていき、口葉という言葉があまり使われなくなっていきます。余談ですが、近代における青口葉といえば久保田靫の歌集青口葉が有名です。久保田靫は明治生まれの日本の歌人、国文学者、文化功労者で元早稲田大学教授です。1948年、自らの歌集に青口葉との名を冠し出版しました。本書の巻末には青口葉と題したのは例によって題を得難くしていた際、ふと思い浮かんだ言葉である。これは平安朝時代の衣の重ねの名である。私の歌集の題としては不似合いな気がする。しかし五感に親しいところがあるので取って題とすることにしたとあります。ここでは青口葉と相性の良い配色を2つご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典の中にも青口葉を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、コンピューター画面上で再現してみました。動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は深川ネズミとの配色です。青みのある深川ネズミとはオポーネント、すなわち色相関を3等分したうちの2色であり、収まりの良い色相です。またどちらもくすみを帯びた落ち着いた色調同士の配色となります。この2色を用いたグラフィックとファッションのイメージを
AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目は白茶、薄日、萌え木色の配色です。緑系の濃淡に差し色として薄日が加わり、とてもカラフルな配色ですが、全てが落ち着いた色調であることから調和の取れた美しい配色だと思います。これら4色を使ったグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。お彼岸を過ぎ、暑さもようやく和らぎ、少しずつ秋の気配が感じられ始めたこの時期にふさわしい色として、今回は青口葉をご紹介いたしました。夏の名残をとどめつつ、静かに季節の移ろいを映すこの色が皆様の日常にもささやかな彩りや気づきを添えることができましたら幸いです。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色をご紹介していきます。もし今日の動画を楽しんでいただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。